こんにちは、こうです。本日は久しぶりにマキシーさんと動画を撮ります。久しぶりなんで自己紹介お願いします。マキシです。大学でドイツ語を教えてます。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、そんなマキシーさんがちょっと前なんですけど、チャンネル登録1万人を超えたというところで、イエーイ。本当おめでとうございます。いや、めっちゃ大尊敬。なので、なんか大変だったこととか、なんかこうしたらチャンネル伸びたなとか、なんかそんなことを雑談していこうかなと思います。よろしくおはい。願いします。お願いします。というわけで、改めてなんですけど、マキシさんのチャンネルはどんなチャンネルか紹介してもらってもいいですか？日本語で、ドイツに興味を持ってもらうような内容と、あと、ドイツ語を勉強するためのフレーズなどを発信しているので、まあ、あの、いわゆる語学向けのチャンネルを運営しています。見てる人もじゃあやっぱり日本人でドイツ語学びたい人が多いとか、そんな感じなんですか？そうですね。日本人で多数ドイツに興味を持ってる人が多く見てます。で、久しぶりにちょっとなんかデータを見るんですけど、基本、おー、めっちゃ興味あ男る。性の、視聴者は、えっと、年齢から言うとなんかちょっと若くなって、25歳から、34歳が今35%って一番多いんですけど、え次が18から24と、あと35から44が19%って、あと意外なのは、45歳を超えている視聴者さんもたくさんいるということで、性別は男性が、ー、う83.6%ん。で、女性16%と、主に日本から見てくれるのが、84%と、ドイツは3%しかいないんですけど、ドイツ現地からえ勉強する人はもう、中にいます。あ、そうなんですね。でも、はい。マキシさんちょこっとたまに日本の話もしてるから、ドイツ人の方そっちを見てるかもですよね、多分。ああ、そうかもしれないですね。うん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 。いや、あれ面白いなと思いました。なんか、マキシーさん目線で。でももう、マキシーさん、今日本何年でしたっけ？もうだいぶ長いです。なんか、14歳日本語勉強しだして、16歳、高校生の時初めて日本に来たので、もう10年超えてます。すげえ、大ベテランになってきた。そうか、だから多分もうマキシーさん目線って言ってももうほぼ日本人と同じような感覚になってきてるかもしれないですね。あ、そうなんですね。なんか、チャンネルやってて、この瞬間すごい伸びたなとか、なんか今振り返って、この動画良かったなとか、なんかあります？今なんか一番伸びてる動画を見るんですけど、どっちかというと、なんか見た目は外国人で日はいはい本語ではい。話す方っていうのはすごく伸びてて、で、あと、日本人になりましたという、元アメリカ人ああ、ちょこっと見ました。はい。で、されたっていうのがなんか多くて、だからそういうハーフネタっていうのは伸びやすい傾向はあるんですけど、でも、まあ、運よくそのドイツ語のなんか発音だったりっていうのも伸びたことあったんですけど、あとはコロナですね。なんかみんなが気になあるニュースについて発信すると、なんかニュースって熱いから、だからそれをすぐアップすると伸びやすさはあると、あと資格ですね。なんかー、うーん。ドイツの、まあ、難しい試験合格してる人とか、まあ、その辺のインタビューと、料理系もなんか、私はそんな料理えうまいわけじゃないんですけど、料理できる人とコラボして、そしたらそのおかげで美味しいものも食べれたし、楽しいったんで。いいことずくめのコラボレーション。あ、なので、そうなんです。なんか、いっぱい出して、で、その中で、まあ、運よく伸びるっていうのは何件かあるけど、基本は、まあ、ハーフだったり、まあ日本人になったとか、そういうみんなが気になってるところの方は、伸びやすさはあります。うーん。いや、めっちゃ参考になります。なんか今後こういう動画撮りたいなとかあります？う完全にーん、興味なんですけど。
なんか、どっちかというと、生徒さんのために、文法のシリーズなんかおお、作っいいね。て、だから、実際興味を持ってもらう人は少ないかもしれないけど、ドイツ語勉強してる人にとって、マニアックだけど、ちょっと有利な動画と、あと、最近北海道に引っ越したんで、うん。なんかこう、北海道をエンジョイしてる、こう、なんか、ブログにちょっとずつ挑戦してます。めっちゃ見たいです。なんかちょっと抵抗書いたのが、授業で時々 YouTube の動画を見せたりするので、なんか授業の中でも使いやすい動画を、ちょっとその辺で挑戦しようかなと思って、ちょっとずつ、ないいんかこですね。う、YouTube のためだけじゃなくて、教材としても使えそうな動画を作ろうと思ってます。めっちゃいいですね。いや、僕も、AI とかその辺のことやりたいんですよ。いや、なんかやってっていう需要もなんかあるっぽくてコメントも来たりしてるんですけど、なんかこう、見返すことを想定して作ると結構クオリティ高く作んなきゃいけないじゃないですか。それで結構準備も大変だなと思って、だからそこも頑張ろうって感じですか、やっぱり。なんかでも時間は限られてる中なので、あの、自分なりのクオリティは上げようと思いつつ、なんか、最初はすごいなんか高い機材を揃おうと思って高めのカメラを買ったうりとかしたけーん。ど、どうしても高いカメラあると SD カードをパソコンにぶち込む、そこに読み取るっていう時間はかかるので、だから機材が重ければ重いほど編集に時間がかかるので、もうそんな時間がないので、もう iPhone で随分とか、だから、なんかシンプルに。なんかこう、カットを分かりやすく編集しようと思うんだけど、ただ、なんか無理をしない。めっちゃ参考になります。それすごい大事ですよね。トレードオフ考えて、すごい時間かければいいものできるかもしれないけど、その分1年に1本とかだったら意味ないかうら、それん。をいっぱい出した方が、見てくれる人も増えるし、大あとなんか、事ですよね。ズームの動画だけでも伸びるっていうのはあるかうもしれない。ん。確かに確かに。そうそうそう。誰かに教えてる様子をそのまま動画にしちゃうとか、そういうのもありかそう。もですよね。めっちゃありだなって思いました。いいですね。なんかこのチャンネル登録者数から伸びにくくなったなとか、やっと1万人って感じだったと思うんですけど、どの辺が一番大変でした？ いや、なんか9000 9000 か。あたりからはもう1万までは行きたいみたいな気持ちがすごく強くて、多数新しい仕事始めたので、そこのああ、そっ忙しか。さもあって、だから前は週3以上で動画を出してたんだけど、もうその辺でなんか編集ペースをもう週1しか出せないなってなうって、ーん。でも1万超えたい。だからどれがいいのかな。でもなんか、とりあえず続けようっていう。続くために、で、すごいな。そのためにストックを作って、だから、こうストックあると不安にならないので、で、ああ、すごいな。時々マイペースでアップするっていう。いや、だって未だに覚えてます。9000人ぐらいの時に、なんか毎日2、3本上げてましたよね。なんかすっごいペースだなと思って。なんか早く1万にならないのかな、ならないのかそういうことか。みたいになんか毎日配信したら上がるかなみたいな。ちょっとしたそのそれが、モヤモヤもあって、そうそ気持ち的うに早く出したいっていうので、どんでも、どん出して結局そうじゃなくて、そういうもんでもないので。た。そういうもんでもなかったですか、やっぱり。う数増やん、したけど、それというよりは、やっぱりなんか一回、ちょっとした反応あったりとかバズった方が全然増える。かもしれないですね。ああ、まあそうですね。でもバズ多分、るのを意図的に作りにくいです。なんか一番ハマってた時はコラボをしまくってた時期があうって、ーん。その時は多少の抵抗なんですけど、もちろん自分のフォロワーだけじゃなくてその人のフォロワーも見るっていうのもあって、だからそこは、それは作戦としては良かったなとは思うってます。ーん。美味しいご飯あと、も食べれますしね。そうあと多くの人知らないのは YouTube だけじゃなくて作った動画の後にそれを Twitter にアップするとか、あ Instagram にアップするとか、Facebook にアップするとか、後からちょっとずつ
うん。大事ですね。なんかその話関連でいくと、どのソーシャルメディアが一番 YouTube と相性良かったなって感じですか？やっぱ X とか Twitter ですか？一番数持ってるのはいくつなんですうけど、ん。そうではなくて、多分 おう。Facebook は一番、年齢層はちょっと高めかもしれないんだけど、そこをなんか見てくれる人今もいますし、うん。そうですね、Facebook は多い気がします。おう。あと、まあ、た Facebook まにで、行くと、Twitter、X もそうなんですけど、そこはもう数がいるんで、確実ちょっと映るっていうのはあるんですけど、Facebook だとなんか動画の下にコメントを書く、まあ Facebook 内でコメントを書くっていうのはあるんですけど、Twitter あんまりない。ああ、めっちゃ面白いですね。Facebook でどういう感じでやってるんですか？自分のコミュニティページ作ってるのか、なんかグルあ、ープにちょっとした投稿したりとか。自分のその作った動画に関係するグルーうプん。を探して、だから例えばバイクを乗ってる動画があったんですけど、そうするとバイク好きな人が入ってるコミュニティ、多数今北海道にいるので、北海道でバイク乗ってる。で、そこのグループを、まあ、10グループずつ入ってきて、で、各グループ100人がいるとします。500人いるうん。とします。で、うん。100人のうち1人が確実 YouTube に移るので、なんかその動画のテーマに関係するグループで、そこである程度アクティブで人数が多いとこですね。てか今全然知らなかったんですけど、マキシさんバイク乗るんですか？ あ、なんかバイク免許を取って、そうなの知らなかったです。なんかえー、最初普通のバイク免許を取って、でそしたらハマり出して、夏に大型の勉強まで取って、すごっ。じゃあで、今もう大は型も乗れる。乗れるんですけど、持ってはいないので、うわー、免許だけ。すげえ。うん。かっなんか、こいい。一回たら、またなんか、ガソリン代が安いんで楽しんでます。うわー、すごいな。でも北海道のバイク楽しそうですね。いろいろツーなんリングしか、ながら。風景がすごい綺麗で、これで車よりバイクの方が楽しいなってなって。めっちゃ面白で、い。それでなんか、例えばバイクの動画だと、iPhone は、動くんで撮れないので、そこだったら 3D のカメラとか、なあ、確かに。どうしようもないときは機材は使えるんですけど、機材どのぐらい買いました結局？今までどんなもの使ったりしましいや、でも結局、高めの10万のカメラはこの前、売ってきて、た？ああー、そうもういやっなんだ。て、なんか今は iPhone 14 Pro で全て作成してる感じですね。だから え iPhone からパソコンに移ってパソコンに編集するか、iPhone から iPad の中に移して iPad 内で編集するうーか、ん、iPad で、まあ、サムネイル作ったりするんで、うん、そうですね、その Apple 製品は動画作りにはいいかなと思って確かに、使ってます。確かに。10万の機材使って、なんか動画の質上がって視聴者増えたなっていう感じはあんまりなかったですか、やっぱり？それよりライトの方が全然いいああ、コンテンツ。かなと思って、今確かに。もこっちにこう光つけてるんでなるすけど、ほどね。なんかあるとなしって今ちょっとやってみるけど、だいぶおお、面あります。白そう。例えばこれだと、ああ、全然違う。僕今ライトないんで、やっぱり、マキシさんと僕だと明るさが全然違いますね。で、ああ、本当だ。で、あとなんか面白いのは、このようになんかなんか昼間ああ、だちょっとずつ変えれるんだ。ああ、グラデーションがあるね。そうで、例えば右をちょっととか、こっちをちょっと弱めとか。ちょっとあったかめの色にもできる。どっちかっていうと、私はなんかライトの方が顔の写りはなんか良くなるかなと思って、確かに。ライトが欲しいです。確かに今の暗いところで喋ってるマキシーさんより今の方がなんか明るく見えます。明るく、雰囲気も明るく見えます。いいですね。そうですし、で、なんか窓の近くだと、正直言うとそこからライト入ってきて、右側にライト1個だけ当たると全然違うし、とはいえ、今日本は夜なので、だから2つ。なるほで、ど。本来でやると後ろにもう一
こうライト入れるともうちょっと雰囲気が、なんか特え別に。ラ後ろのイトは、ライトはどういう役割なんですか？後ろは部屋を大きく見せるっていうのああー、はね、へえ、面白い。じゃあ、眩しすぎないような感じのライト？そうですね。例えばソファの横にあるちっちゃなライトが部屋の奥にちょっとあると、なるほど。なんかそ遠近法みこはたいな。お金かけてよかったなと思ってますし、で、それをなんかテーブルに固定されてるんで、普通にこうスイッチ押せば使えるんで、だから一回作っとけば使いやすいなと思って、ライトはおすすめなんだけいや、ど、めちゃくちゃ参考にな他はります。まあ、いいや。あははは他はもう また、iPhone でいいな。じゃむしろまた新しい iPhone でも買おうかな、みたいな。あ、ああ、最新版ね。確かに確かに。うわあ、すごい参考になった。ライトはじゃあ僕も買います。ライト買って動画撮ります。いやー、ありがとうございます。一旦15分くらい撮れたんで、じゃあ最後ちょっと挨拶を撮れると嬉しいんですけど、マキシさんもしよかったら、チャンネルの宣伝と何かあれば、最後一言お願いします。いいねをしてください。あと、ドイツ情報メールマガジンを運営してるので、気になる方は概要欄をクリックして、そこを登録していただくと、ドイツに関する情報とイベントのお知らせをお届けします。お願いします。はい、ありがとうございます。今日はマキシさんに1万人達成ということで、その極意を伺いました。僕の方のチャンネル登録もよかったらお願いします。さようなら。